私、3年前までニートでした。健康、仕事、お金、恋愛、すべてにおいて枯渇していて、本当に苦しかったです。ニート暮らしで貯金が底をつき、一年発起。借金をしながらカウンセラーとして起業したところ、起業初年度の年商は3000万円。次の年には年商は億を超え、その後もずっと右肩上がりです。そして愛する彼と結婚もして、今は本当に幸せです。苦しくっていつ死んでもいいくらい思い詰めていた日の自分を思い返すと、幸せになることを諦めず、生きてくれてありがとうと抱きしめたくなるとともに、一人でも多くの方に宇宙理論を知って実践してみてほしいと心から感じ、本書を書くことにしました。私が人生における行き詰まりから抜け出すきっかけになったのは、あらゆる成功哲学や自己啓発書、スピリチュアルな教えにはまったことです。その中で一番最初に確かな手応えを感じたのが、エスター・ヒックスが書いた新約、願えば叶うエイブラハムの教えというものでした。とても有名な本なので、スピリチュアルや自己啓発などを学ばれている方なら、すでにご存知の方も多くいらっしゃるかと思います。エイブラハムの教えは、引き寄せの法則の原点と言える教えです。引き寄せの法則は波動の法則とも言えるもので、自分に似た波動エネルギーのものと引き合うという理論です。その法則をうまく活用していくと、あなたは望む現実をすんなりと手に入れることが可能になります。私も今、自分の望んだ、いや、それ以上の幸せな現実を手に入れることができています。ただ、引き寄せブームを牽引したエイブラハムの教えを筆頭に、すでに世間には引き寄せの法則という言葉が浸透し、様々な角度、ステップからなる願望実現のためのメソッドや成功法が多く生み出され続けました。その結果、引き寄せの法則に少し古い、今更感を覚える方もいるかもしれません。たくさんありすぎて何から学んでいいのかわからない。頑張って学んでも結果が全然出ない。自分に合っているメソッドはどれ？引き寄せを応用したあらゆる願望実現法が世に出た結果、たくさんあるメソッドの波に飲まれ、いわゆる引き寄せジプシーやセミナー迷子になっているという方々がたくさんいるため、原点回帰をしてもらいたくて、基礎的な引き寄せの法則のお話をすることにしました。今こそ原点に戻りましょう。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回は日本人こそ宇宙にお願いすればいいという本をご紹介したいと思います。著者はスピリチュアルコンサルタントとして大人気の吉岡純子さん。健康、お金、恋愛などすべてがうまくいかない苦しいニート時代を過ごされていたのですが、以前から大好きだった宇宙の法則の知識を駆使し、現在では全てが順調すぎるほど成功されているんです。過去の自分のように辛くて不幸だと感じてしまっている方に、どんなに不幸と感じる人生や現実、毎日でも宇宙理論をもとに作り変えることができることを伝えるための活動を行っておられ、このあたりとっても共感を覚えますよね。本書は彼女が影響を受けた引き寄せの法則の原点、エイブラハムというものを、その難解な内容を日本人にもわかるような形に噛み砕き、彼女の解釈を加え、私たちが気軽に理解して引き寄せを実践できるようにしてくれているんです。そのコンセプト通り本当にわかりやすい。僕もエスター・ヒックスさんの本を読みましたが、海外の翻訳本ということと専門用語なんかが多く出てくるので、決して簡単ではありませんし、読んでそれを実践できるように理解するには相当ハードルが高いなと思います。それを相当煮込みまくって伝えてくれているので、柔らかくって美味しくいただける状態になっているんです。また、吉岡さんの語り口調がとても心地よく、読んでいるだけで元気に前向きになるような感覚もありました。本動画ではそんな本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。
ネガティブでも全く問題ありません。あなたもこれまであらゆる引き寄せの法則に関するハウツーを試してきたかもしれません。でも、思うような現実を手にすることができなかった。いい線まで行っても結局大きな実感は得られなかった。などなど、引き寄せの法則やそれに準じたメソッドに対してモヤモヤがある人もいるのではないかなと思います。その気持ちよくわかります。私もだいぶこじらせていたからです。そんな時だからこそ大事なことは原点に戻ることではないかなと思うのです。具体的にはエイブラハムが言うところの周波数合わせという引き寄せの基本中の基本に立ち返ってみることです。まず、エイブラハムをまだご存じない方のために少し解説をしておきます。エイブラハムとは人物名ではなく宇宙にある集合意識を指す名前のことです。その宇宙の集合意識であるエイブラハムの言葉を私たちと同じ人間であるエスター・ヒックスさんという女性が彼女自身に下ろして私たちに伝えてくれているものがいわゆる一般的によく知られているエイブラハムの教えです。エイブラハムの教えはとにかく難しくて何度も挫折しそうになりました。しかしそう感じているのはどうやら私だけではなくスピリチュアルや宇宙のお話が大好きな方やその道のプロの方でもエイブラハムは難しいと感じることが多いようです。わけわかんないなぁとぼやきながらも私がエイブラハムから離れなかった理由はそこに真実があると感じたからです。エイブラハムの教えで伝えている宇宙法則の原理は真実であり真理であるということは多くの人が知るところだと思います。私はわからないながらも宇宙の法則のことだけは信頼し、少しずつ理解を深めていきました。本に線をたくさん引っ張って何度も何度も繰り返し読み、ワークショップに参加したりもしました。他の多くのスピリチュアルメンターたちのメソッドや心理学、量子力学、医学等々の考えも参考にしながら自分なりに馴染みのある言葉や考え方などに置き換えて検証をしてみたのです。その結果、エイブラハムの言うところの波動が高い状態というものを作り出すことができるようになり、引き寄せがうまくいき始めました。波動が高い状態をキープする感覚を自分でつかめるようになると、私たちが幸せになるためにエイブラハムの教えが伝えたいことは、やっぱりいい気分でいなさい。その一言だけなんだということをものすごく実感します。波動を高めておくことは現実創造をしていく上で絶対に外せないことです。でも残念ながらそれだけでは現実化には結びつかなかったりします。宇宙にいい気分でオーダープラス行動、これが今現実創造をスムーズに叶える私のベースになっています。でもそのいい気分を作ることができないから困っているの。どうしてもマイナス思考が止まらない。行動する勇気が出ない。失敗したくない。どんな風に今思っていても大丈夫ですよ。なぜなら、そもそも私自身が血を這うようなネガティブでめちゃくちゃ低波動を放っていたのですから。現実創造や引き寄せの法則では、高い波動でいること、ワクワクすることが大事と耳にタコのように言われますよね。だから自分がうまくいかないのは、ネガティブな性格のせいなのかもしれないと悩んでいました。でも違ったんです。現に私は救いようのないネガティブで、今もそういうところがありますが、こうして現実創造ができています。元来ネガティブだろうが低波動だろうが、ラジオをチューニングするみたいに高波動に切り替えて、そこに浸る時間を長くしていくことで、思うような人生を作り出すことができるのです。宇宙はあなたの願いを叶え続けてきた。ここでは引き寄せの原点ともいえるエイブラハムの教えを中心に、私なりの宇宙理論と現実創造について最初にお伝えしていきますね。最初に私が宇宙理論と言っているものについて説明すると、自分の波動をもとに現実を作るという宇宙の法則を宇宙理論と呼んでいます。波動の法則、引き寄せの法則ともいえ、誰にでも平等に働いているものです。
この言葉の前提になっていることは、すべてのものは波動であり、波動以外のものは何一つないということです。私たちの体も、あなたが手にしているこの本も、スマホもコーヒーも、物質は小さく分割していくと、小さな素粒子という粒の塊でできています。物質の最小単位が素粒子です。つまり、万物は元をたどれば、みんな素粒子でできているのです。素粒子は、粒としての性質と波としての性質の二つを持っています。人間に観察されるまでは不確定な波の状態でこの宇宙に漂っています。しかし、ひとたび人が意識を向けると物質化されるのです。つまり私たちは物質世界に暮らしていると思っていますが、本当は波動の世界に生きているということです。さらに自分の周りにあるものや自分に起こる現象は自分が意識を向けた結果物質化して現れているということであり、あなたの今いる現実はあなたの波動と常に一致している。自分の波動とは異なる波動のものが引き寄せられてくることは絶対にありえない。ここが超重要な宇宙理論の肝になります。もし自分が今までとは異なる生き方をしたいと思うなら、外側にそれを求めるのではなく、何よりもまずは自分自身の波動を変えることです。具体的には、すでに手に入った状態の感情を感じて、その波動を放っているという状態です。例えば、好きなだけ南国のビーチで寝そべって遊んでいたいなと思ったら、今ここでビーチで寝そべっている自分を想像して、ニヤニヤしながら、その感情を味わいます。そのいい気分をたくさん感じて、キープすることができるほど、現実として作られるという原理なんです。いい気分でいることが現実創造の鍵であることが徐々に分かってもらえていますか？いい気分で居続けることは最初は難しいかもしれませんが、やり続けていると面白いことが起こります。いい気分でいることに意識を合わせていると、どんどん似たような感情が湧いてくるようになります。これも引き寄せの法則です。無理に信じる必要は全然ありません。ただ、本当に叶えたい望みや理想の人生というものがあるのなら、信じる信じないは一旦脇に置いて、いい気分でいるということをやってみませんか？それは毎日を楽しく暮らす上でも損はないのではないでしょうか。あなたが宇宙のパワーを信じても信じなくても、宇宙はあなたの波動に応答し続けています。今この瞬間も自分が出している波動は応答され続けていて、拡大、増幅され続けているんです。どこに意識が向いているかが先、現実は後から作られるのです。波動が先、現実は後。ここを覚えておいてくださいね。早速、宇宙にお願いしてみよう。ここからは具体的に私流の現実創造の仕方を説明していきますね。この宇宙には現実創造のための3ステップというものが働いています。ステップ1、あなたが宇宙にオーダーします。ステップ2、オーダーをキャッチした宇宙が動き出します。ステップ3、あなたが現実として受け取ります。ステップ1、これは太陽が東から昇り西へ沈む。季節は春夏秋冬と巡るのと同様に普遍的な法則です。オーダーを出さないと始まらない。とにかく自分自身が作りたい現実を宇宙に求めることです。求めた後はステップ2としてキャッチした宇宙がそれに沿って現実を作り出す流れを運んでくれます。これは宇宙側の仕事ですから、ある意味人間は何もしなくてよく待っていればいいんです。そして最後の3つ目のステップで宇宙から与えられた答えを受け取ります。エイブラハムの教えでは許可をする、しっかりと自分たちが受け取れるように招き入れなければならないなどと書いていますが、簡単に言えばオーダーを出したのだからしっかり受け取りましょうということです。オーダーをするときはこうなったらいいなとかしたいなという状態だと、いつまでもこうだったらいいなっていう状態を感じ続ける現実を生きることになってしまいます。
いきなり確信を言いますが、こうしたいから一歩進めて、こうなると決めることがすっごく大事です。では、決めるというのは具体的にどうするか。これは拍子抜けするほど簡単です。私は何々するぞ。私は何々になる。と脳内で宣言するだけ。私はこうなるぞと決めて、その夢が叶った時の自分を想像して、その感情を味わうことをしていると、宇宙はその願いが叶う段取りをスタートさせてくれます。例えば、ビジネスで年収1億円になると決めて、それが叶った時の自分の感情を味わうと、あなたはこれまで自分がいたステージとは違うステージの波動状態に変わります。それを宇宙がキャッチして、新たなプロセスを作り出してくれるんです。不思議なことに、本気で決めると、自分の内側から出てくるアイデアであったり、心から湧き上がってくる声も変わってきます。年収1億円と決めた。だったらどうする？ 3 ヶ月後には新しいネットビジネスを軌道に乗せたいな。私が得意なことで世の中に提供できるものは何だろう。こんな風に自分への問いかけが自然と出てくるようになったりするのです。実はこれもオーダーしたことで宇宙からのインスピレーションを受けて考えが湧いてくるのですよ。また、結婚すると決めた、起業すると決めた、など、ほとんどの夢や希望は決めてオーダーを出したら行動を促されるものです。宇宙理論は決めたら動く。この法則にのっとっていると覚えておいてください。なぜ私たちが肉体を持っているかというと、それは行動するためだからです。肉体を使って行動することで、様々な体験をして魂を成長させてくれることを宇宙は望んでいるのですね。私たち人間の魂が成長して豊かになるほど、宇宙も豊かになれるからです。私たちは行動するために地球にやってきていると言ってもいいくらいです。宇宙理論とかを信じなくても、決断と行動の二大パワーだけでも、結果は必ずついてきます。特に数字を上げる、お金を稼ぐという点では、とてつもなく有効です。決めたら動くって本当に大事ですよ。ダイエットはとてもわかりやすい例だと思います。痩せると決めたからって、寝て起きたらナイスバディになっていましたというようなことは残念ながらないのです。痩せて綺麗になると本気で決断すると、宇宙はあなたに必要なプロセスを必ず開いてくれます。運動をしてみる、食事に気をつけてみるといった行動をしたくなったり、テレビでダイエットのいい情報をキャッチすることがあったり、やってみたら大して苦労なくできてしまったりというふうに、それに運ばれるように行動していくことがゴールへの近道になるのです。ただ、決断と行動をする中で、結果や成果にだけとらわれてしまって苦しくなってしまうこともあるので、情熱やワクワクも持ちながら決断と行動はしてください。あなたは自由に現実を想像できる。今とても辛い状況にある方は、そんな風にとても思えないかもしれませんし、好きでこんな状況になっているのではないと言いたくなるかもしれません。厳しく聞こえてしまうかもしれませんが、今はもう社会が、世間が、親が、子供が、と周りのせいにしている場合ではないのです。世の中はすごく速いスピードで進んでいます。そういった思考はもう捨ててしまいませんか？だって、その状態では人生を楽しく生きるなんて無理だと思いませんか？今、どのような状況でも大丈夫です。どんなに不幸に感じる人生や現実、毎日でも宇宙と共に作り変えていくことができます。少しも難しいことではなくて、私たちは波動の存在や感情の取り扱い方、高次元の存在たちとのつながり方や宇宙へのオーダーの仕方を忘れてしまっているだけなんです。これまで何をやってもうまくいかなかった。自分の人生にはもう期待できない。もっと幸せになってみたい。そんな思いを少しでも抱えたことのある方は、本当の願望実現とはこんなにも楽しいものだったのか
ということを実感してみてくださいね。宇宙のパワーはみんなに平等に降り注いでいます。さあ、みんなで一緒に幸せな人生を作っていきましょう。本書の冒頭部分をちょこっとだけご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。エイブラハム関連の本を読んだことがある方ならわかると思いますが、あれ、本当に厄介な難しい本なんですよね。それをこんなにわかりやすく親切に伝えてくれているのはかなりグッドです。それに、いざ実際に引き寄せを実践する際に疑問に思う部分、つまずく部分を徹底的にサポートしているところも優しさを感じますよ。また、おそらく吉岡さんの根っこに、私もネガティブだったけど大丈夫。みんな前向きに元気に幸せになれるという考えがあるのでしょう。本書の端々にもその雰囲気を感じることができて、読んでいるとなんだかポカポカとしてきます。挿絵にワンちゃんのイラストも使われているんですが、これがまたポカポカを後押ししているんですよね。癒されます。吉岡さんはご自身で YouTube チャンネルも持たれています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。本動画でご紹介した冒頭の基礎的な部分はまだまだ奥が深く、そしてさらにそこから本編とも言うべき宇宙理論の詳細な解説に突入していきます。ボリュームも内容もたっぷりです。本書は引き寄せに興味がある方、元気になりたい方、前向きになりたい方にぴったりの一冊となっていますので、興味のある方はぜひご覧になってくださいませ。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。